時刻は11時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りいたします。さて、現在ご覧いただいているのはスタジオのあります千葉幕張周辺の空の様子です。見上げてみると魚の骨のような雲も見えていますね。今日も太平洋高気圧に覆われて東北の南部から東日本を中心によく晴れています。どことコメントいただきました。見えないですか？本当ですか？はい、ここにいます。引き続きお天気をお伝えしてまいります。ずっとねいたはずなんですけどね、おかしいですね。そんな日もたまにはあるようですね。この後もですね、紫外線も強いですし、あとは何より今日も気温が高くなっていますので、晴れている地域の皆さんは暑さ対策を万全に行ってください。幕張の空とっても青いですね。午前中からもう蒸し暑いです。皆さん蚊に刺されたりしてませんか？あんまり暑いと蚊の活動も不活発になるってよく聞きますよね。私は今シーズンも何回か刺されたんですが、今日はなんとなくいつもより少ない気がしました。あら、柱が汚いですね。現在の幕張の空の様子を見ていきました。さあ、ではここからはですね、台風6号が接近してきています沖縄南城市の空の様子を見ていきましょう。まだそこまで台風の影響、空などには色濃く出ておりません。ただ全体的に雲が多いです。で、この後も本島を中心に雨がざっと降る可能性があります。だんだんと今日のうちに強くなってくるのが風です。実は今私のちょうど後ろにですね、こちらご覧いただいているように小さな鳥さんがいまして、この頭で風を強さを少し見ていくことができます。今はねちょっとふってやってしまいたくなるくらいの感じで、そうなんです。少しだけ動きましたね。ということで、そこまでこの時間帯は風は強くはなさそうです。車も普通に通行していますね。ただだんだんと今日のうちに次第に風が強くなるのと、波はすでに高くなってきていますので、海でのレジャーはお控えください。それではここからは全国の空の様子リポートでご紹介していきます。沖縄で見ていきましょう。こちらは沖縄県那覇市、リポーター名サウスウエストさんからいただきました。ありがとうございます。台風の影響と思われる雨の第一波が降り始めました。まだ本降りとはいかず、風もごく普通ですとコメントです。先ほどもライブカメラで見ていきました。風はそこまで強くなさそうでしたね。那覇市から届いた様子を見ると、少しだけ風が強くなってきたことが見て取れます。雨なんですが、まだこの後降ったり止んだりとなりそうです。止み間もまだありそうです。ただ夜以降はですね、雨の降る時間も止み間が少なくなっていって長くなりそうですので、もう暗い時間帯には外に出ないのが一番安全となりそうです。続いて参ります。こちらは国頭郡宜野座村から届きました。雲が多いです。雨が降りそうですとコメントいただいています。宜野座村はですね、こちら沖縄の西海岸にあたります。東海岸ですね、失礼いたしました。東海岸にあたります。現在も雲の多い空となっております。宜野座の方では今は降っていないようですね。曇り空ということでコメントをいただきました。ただやはり今にも降りそうです。この後一時的にざっと強まることがあります。で、だんだんと雨の止み間が少なくなってきますね。急な強い雨にはお気をつけください。ではもう一通、那覇市周辺見ていきましょう。すでにですね、一部交通機関に影響が出ています。リポーター名風さんさんからいただきました。お昼からの便は欠航とコメントです。おそらく飛行機の欠航についてのコメントかと思われます。今ちょうどね7月31日ということで、子どもたちは夏休みですし、このタイミングで沖縄へ旅行する方も多いかと思います。ただすでに飛行機に影響が出ていますし、明日以降はさらに空の便や船などへの影響も大きくなりそうです。
もう外出しないというのが一番なんですが、どうしても移動が必要などという場合には、この後も最新の情報をこまめにご確認ください。最新のウェザーリポート、沖縄からのものをご紹介しました。ではここからはですね、改めて台風の予想進路図の見方をお伝えしていきます。皆さんはどの程度ご存知でしょうか。言葉は聞いたことがあるけれど、正しい内容までは知らないという方も多いと思います。まず予報円ですね。これはですね、台風の中心が到達すると予想される範囲を示しています。台風の大きさの変化を表すものではありません。このイラストでもだんだん大きくなってるの分かりますか？たまにこれを見て、台風こんなに大きくなるのっていう方がいるんですが、そうではありません。例えば2日先3日先と時間が先の方が不確実性が大きくなるので、 70% でこの中に入るよという範囲も広くなるということですね。予報した時刻にこの円内に台風の中心が入る確率は 70% となっています。あとは暴風警戒域、赤色で覆われているところです。こちらは何かというと、台風の中心が予報円内に進んだ場合に暴風域に入る恐れのある範囲です。暴風域どれくらいかと言いますと、風速25メートル以上の暴風が吹いているか、地形の影響などがない場合に吹く可能性のある範囲です。下の方に暴風域、強風域がそれぞれ載っています。現在すでに強風域、風速15メートル以上の風が吹く、もしくは吹く可能性のあるという範囲に沖縄本島入っています。ですので先ほどのリポートではまだそんなに強くはなさそうだったんですが、この後風速が15メートルを超えてもおかしくありません。風速15メートルがどれくらいかというとですね、転倒する人も出てくるくらいの風の強さになるんですね。ですので現在沖縄方面にいらっしゃる方はこの後も油断せずにお過ごしください。切り抜きチャンネルをご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ。